はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私よく超長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー測定してますけども、これ続々と安いモデルが販売されています。というわけで今回は 1280W 時で4万円台の新しいメーカーのバッテリーをいろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、実用量測定してみたり電圧の変化なんかも測定してみたいと思います。で、今回測定するバッテリーや測定に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。どんどん新しいメーカーが増えていくと価格競争が発生して消費者としては嬉しいですね。で、今回測定してみるバッテリーがこれタイム USB って読むのかなっていうところのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 100A です。で、スペックはと言いますと、容量が 100A アワー 1280W 時ですね。で、定格出力が 100A 1280W。バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。重放電サイクルは4000回以上。サイズは 330×172×214mm。重量は約 10kg っていう風になってます。やっぱり目につくのはさすがリン酸鉄。重放電サイクル4000回以上の超長寿命ですね。そしてリン酸鉄、寿命以外にも安全性が高いってことや放電振動が大きいとか、いろいろいいところまだありますので、気になる人は過去の動画で詳しく説明していますので、そちらの方も見てみてください。で、こいつ説明を見ると、通常置き以外にもロゴが正しく読める方向での横置き、それから縦長置きも OK っていう風になってるんですね。で、逆さま置きやロゴが逆になる方向置きはダメって書いてるんですけど、これおそらく衝撃が加わった時に BMS ボードや接続端子を潰さない方向になっているのかと思われます。ただ通常置き以外は一応相談してくれっていう風に書いてますね。中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのがネジ、 M8 のネジが4本と安全キャップがついてますね。それからこれは初心者向け操作ガイド、超基本的なことが簡単に書かれています。それから取扱説明書で、これ全て中日本語&フルカラーで書かれてるのでめちゃくちゃ分かりやすいですね。で、もしかしたら取説全ページ気になる方いらっしゃるかもしれないので、ゆっくりはぐっていきます。で、興味のない方はですね、30秒ぐらい早送りしてください。じゃあ早速本体見てみますかね。で、まずは正面からなんですけども、特に何もないですけど、ロゴと仕様が分かりやすくでっかく書いてますね。で、側面見てみると、これを持ち手があるだけで特に何もないですね。で、背面を見てみると、こちらもですね、いろいろ書いているだけで特に何もないです。そして逆サイドの側面も特に何もなくって、で、上側見てみるとプラスとマイナスの端子があってカバーがついてますね。で、使うときはこのカバーを外して先ほどの M8 のネジをねじ込んでケーブルを固定するような形になりますね。ちなみに持ち手こんな風に普通に持てるんですけども、この根元のとこちょいっといじるとこんな風に簡単に取り外すことができます。
据え置きで使いたい時とか何かに組み込む時って取っ手がある邪魔なので、こうやって完全に取り外せると非常に便利ですね。もちろん取り付ける時も簡単に取り付けることができます。はい、じゃあ次はですね、早速インバーターつないでポータブル電源化して 100V の製品使ってみたいと思います。で、つなぐインバーターはこれ2万円くらいで売っていた 2000W まで出力できる制限派インバーターですね。ではこいつを出して接続していきます。はい、でも付属の線をつなぐだけなんですけど、こんな風にカバーがついてるので、これパチッと外してここにケーブルをねじ止めします。あとはマイナスをつなぐだけなんですけど、これ経験上絶対バチってなります。ただこのバチッとなるの防ぐ方法があります。使うのはこのセメント抵抗ですね。本当は1個でいいんですけど10個セットしか売ってなかったので、この中から1個取り出して使います。では片側をネジで固定して接触させると、全然火花出ないですね。で、見た目じゃ全然わかんないですけど、今これ抵抗の中を通って電気がゆっくり流れてる感じです。で、手で触ってみるとあったかくなってるので、ここで電気が使われてる感じですね。で、少し待ってインバーターの中のコンデンサーがチャージされたらもう大丈夫なはずなので、そのままマイナス端子をつけてみますと、はい、全然バチッともならないですね。ではこのままマイナス端子も装着します。ちなみに今回使ったセメント抵抗は 5W4Ω っていうやつになります。はい、というわけでマイナスもネジを締め終わったらこれで完成ですね。で、このままだとフラフラするので簡単に固定しておきたいと思います。使うのはこれヤモリグリップっていう両面テープですね。これ剥がそうと思えば剥がせるんですけども、結構強力にくっつけることできます。はい、これで持ち運ぶときに少し便利になりましたかね。ただこれ今気づいたんですけど、バッテリー倒した時にロゴの上下が正しい方向じゃないとダメなので、これ私逆方向につけちゃってますね。はい、では電源入れてみますと、はい、上に電圧が表示されるんですけども DC と AC が交互に表示されます。で DC の方が 13.2V、AC の方が 109V っていう風になってます。というわけでもう電気流れてるようですので、これでポータブル電源化完了です。じゃあこのバッテリーが本当に 1280W も出せるのか実験してみたいと思います。まずつないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して、まずは弱で運転してみます。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 700W。 全然大丈夫そうなので強で運転しています。
ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1000W。 まだ大丈夫そうです。で次につがえてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、 200W400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約 1100W。 もうちょいいけるというわけで 400W 駆動にしてみますと、この時のトータル消費電力はと言いますと、はい、約 1320W。 スペックの 1280W 以上全然使えてますね。というわけで超小型のセラミックファンヒーター、それからコンパクトなカーボンヒーター、これらめちゃくちゃ電気を使う暖房家電が今このバッテリーとインバーターで全て同時に動いてる感じですね。1300W まで使えると大概の家電は動くかと思われます。はい、じゃあ次は 12V で使った時の実用量測定してみたいと思います。で使うのはこれ、電力量計です。でこいつ本体にバッテリーマネジメントシステムが搭載されていて、電圧が低くなると自動で供給を停止する機能がついてますので、直接線を接続します。で電力を消費する機器は何かと言いますと、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続しますと、はい、ちゃんと問題なく動いてるみたいですね。で今の測定状態はと言いますと、はい、13.5V くらいで約 35W を消費しています。それでは時間を置いて見ていきましょう。ちょっと消費電力少なすぎてなかなか終わらなそうなので、ちょっと電気使う機器を追加したいと思います。で使うのはこれ、強力な扇風機ですね。これで冷蔵庫の中の冷気を追い出すことで、さらに冷蔵庫の消費電力もアップさせたいと思います。では電源を入れて風量を調整すると、こいつ結構うるさいな。はい、結構時間経ったんですけども、扇風機と冷蔵庫が消えて電力量計も消えてますね。でもちろん電圧もほぼゼロになってるので電力供給切れてるって感じですね。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、1309ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの1280ワット時より多いじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーは放電レートや BMS の性能、気温なんかによっても変わってきますので、スペックを上回るっていうことは十分考えられるんですね。はい、では実際のスペックの何%使えたのかと言いますと、はい、約 102% 使えたってことになってます。大容量ですけどもスペックより全然多く使えるっていうことが分かりましたね。ちなみに電圧の変化と消費電力量をグラフにするとこんな感じで、青い線が電圧の変化で左側のメモリを見ます。これを見ると使い始めてから使い終わるちょっと手前までずっと 12V 以上維持できてるってことは分かりますね。さすがリン酸鉄優秀です。はい、次は充電するんですけど、使うのはこれ、
別メーカーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器です。で、使い方は簡単。割り口クリップをプラスとマイナスに接続してコンセントに接続すれば、はい、これで充電開始ですね。で、今の消費電力はと言いますと、だいたい 280W くらいですかね。じゃあこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、充電完了して緑ランプになってますね。では充電にかかった時間はと言いますと、はい、5時間18分。まあ20アンペア充電なのでこんなもんですかね。ちなみに充電にかかった電力量は 1.64kWh でした。はい、じゃあ次は家庭用エアコン動くのか実験してみたいと思います。では配線を接続して電源をオンにします。ちなみに本日の外気温は5度なので室温を27度に設定して暖房運転します。では運転安定するまで少し待ちますかね。はいはい、3分くらい経過して運転が安定してきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 500W。 それではこのまま何時間エアコンが動くのかやってみたいと思います。はい、インバーターの停電圧警告ブザーが鳴り始めましたね。で、頑張ればもうちょっと使えるんですけども、ブザーがうるさいんでここら辺で終了しようかと思ったらちょうど消えましたね。ちなみにバッテリーの電圧下がっても出力はちゃんと 100V 超えた電力が出てますね。ちなみに使えた電力は約 1.17kWh でした。そして使えた時間は約3時間50分って感じでしたね。で、これ外気温5度に対して27度設定イコールプラス22度っていうことでしたので、設定温度を下げて加減してやればもう少し長く使えるかと思います。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、実用量ちゃんと想像以上入ってます。で、ちゃんとバッテリーマネジメントシステムの低電圧保護で出力もカットされてますし、 1300W での使用も特に問題なしで、充電もしっかりできることを確認できましたので、スペック通りの実力をちゃんと持ってますね。ちなみにこいつ4直列4並列までできるらしいので、例えばその組み合わせだと2480W 時で約 20kW 時の容量になるので、家1軒丸ごと賄えるくらいの容量になりますね。というわけで、防災用に簡単にポータブル電源作りたい方、家丸ごとオフグリッド化してみたい方、キャンピングカーとかでサブバッテリーシステム組みたい方にはおすすめなバッテリーかと思います。ただ私、いろんな種類のバッテリーを測定している関係上、容量もメーカーもバラバラのバッテリーがいっぱいあるんですよね。というわけで次はこれらのバラバラのバッテリーをごちゃ混ぜにして使う方法を考えてみたいと思います。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。
あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。